こんにちは、F カレッジです。今日はですね、マイクロソフトを見ていきたいと思います。今日のテーマですね。はい。マイクロソフトの、1人当たりの粗利が過去37年間で何倍になったか。これを、今日のトピックとさせていただきます。37年間ですね。なので、ちょうどマイクロソフトが上場した時と最新の2021年かなと比較して、どれぐらい伸びてるかですね。一人当たりの粗利なので、これが要は多ければ多いほど従業員の方のお給料も払えるということになるので、これがどれぐらい伸びてるかですね、見ていきたいと思います。はい、早速結論なんですけども、約6倍です。6倍ってすごいなって思ったんですけど、例えば会社に入った時、新入社員で入った時と、例えば会社を、ちょうど定年で退職する時ですかね、と比べてお給料が6倍ってすごいですよね。普通ないですよね。この37年間で6倍になってるっていうのは、これすごい数字だと思います。じゃあどうしてここまで6倍まで増えてるのかというのをですね、会社の概要から今までの成長率からいろんな視点で見ていこうと思ってます。はい、次にですね、じゃあまずマイクロソフトってどんな会社なのかというところを見ていきたいと思います。知らない方なかなかいないんじゃないかと思うんですけども、何年に設立されたとかですね、そういったところを見ていこうと思います。じゃあまず設立ですね。設立が1975年ですね。今から47年ぐらい前ですかね。はい。で、IPO が1986年ですね。1985年までの財務情報を持って目論見書とかを書かれてて、で、1986年に上場しているという形になります。で、2021年時点の社員の数ですね。それが18万1000人になります。で、本社の方がアメリカのワシントン州のレドモンドというところですね。はい。で、時価総額なんですけども、2022年3月時点で、2.2 トリリオン US ドルという、これは日本円にすると230兆円ぐらいですかね。で、これは世界でナンバー3の規模になります。はい。で、続いてですね、どういうビジネスをやってて、で、どういう売上の構成比率になっているとかっていうところを、セグメント情報で見ていきたいと思います。はい。で、まず左上が売上の構成比率ですね。で、主にセグメント3つに分かれてまして、プロダクティビティ&ビジネスプロセスっていうのと、インテリジェントクラウド、クラウドサービスですよね。で、あと最後、モアパーソナルコンピューティングっていうことで、具体的に今何かっていうと、右表の右側にちょっと書いたんですけども、一番上がOffice 365。これ、Excel とか Word とか、アウトルックとかですよね。と、あと、リンクドインのビジネスの売上がここに入っているということです。はい。で、真ん中がですね、サーバー関係とか、クラウドサービスですよね、のビジネスになっていて、一番下がWindows とかの OS の関連の売上がここに入っているということです。はい。で、右側の円グラフを見ていただくと、この辺ですね。もうほんと綺麗なぐらいのこの3等分というか、めちゃくちゃバランスがいい、ビジネスのこの分かれ方になってるなと思います。で、次、この下ですね、オペレーティングインカム、利益ベースですね。これ、粗利の情報がですね、セグメント別になかったので、ここではオペレーティングインカム、売上から売上原価を引いて、そこからさらにセールス&マーケティングとか R&D とか、&A とかっていう販管費って言われるものを引いて残っている分ですね。そこの利益ベースで見ていきます。この利益ベースで見てもですね、かなりバランスがいいですよね。ここもすごくバランスよくやっていて、後からも出てくるんですけども、本当にこのマイクロソフトっていうのは非常に高いレベルでバランスのいい会社っていうのが私の印象です。で、3番目ですね。このオペレーティング、これパーセンテージですね。ここも過去3カ年でこう見ていくとですね、伸びてってるんですよね。徐々に3年でどんどん伸びてて、まだ利益率上がっていくのかって話なんですけど、で、この右下のこの折れ線グラフですね。で、これ見ていただくとですね、このインテリジェントクラウド、これが2019年、20年、21年とどんどん伸びてて、今はですね、利益ベースでもそうだし、売上ベースでもそうですね。
もう今一番のマイクロソフト一番の稼ぎ頭になっているというので、ここの成長がこれからマイクロソフトの利益を大きく伸ばしていくんじゃないかなというふうに思います。それにしてももうとにかくバランスよく伸びてるんで素晴らしいアロケーションだなと思いました。で、次ですね、ここがですね、労働生産性です。はい。まずですね、この一番左に1985年のデータをここに置いてます。で、この間はですね、情報がなくてですね、少なくとも私がちょっとインターネット経由では取れなかったんで、ここの間は1985年から90年はちょっと空いてます。で、1985年、社員数998名、これ上場した時ですね。で、1人当たりの粗利が、0.11 なんで、ざっくり1100万円ぐらいですかね、の粗利を稼いでましたと。一人当たりですね。で、これはですね、IP をする時の目論見書っていうものをネットで発見しまして、そこから情報を持ってきてます。はい。で、ずっとこう伸びてて、ここまでですよね、この1999年までですごい右肩上がりで一人当たりの粗利が伸びてって、あとはこうずっとこう横ばい、ちょっと増えてって感じだったんですけど、2004年で社員の数がドーンと増えて、でその後こうリストラですね、おそらくリストラして、減らしていったんですけど、またここからですね、ちょうど2017、8年ぐらいから社員の数も、そして一人当たりの粗利も、どんどん右肩上がりで増えていくと。そして2021年では過去最高ですね、0.64 なんで、だいたい6500、600万円、一人当たり稼いでるということですね。で、今社員の数が18万1000人なんで、だいたい社員の数が181倍に増えてますね。そもそも。で、そんなに増えてるのに、一人当たりの粗利も、6倍ぐらい増えてるということで、とんでもない結果がここに出てるということですね。一人当たり6400万円なんで、日本人の平均が800数十万円って考えると、7倍から8倍ぐらい、マイクロソフトの社員の方は粗利を稼いでるということになりますね。この IP をした時でもすでに、今の日本の数字を超えてるレベルですけども、今はもう6400万円なので、もう日本の数倍、7倍、8倍になっているということです。はい、次に前提のところですね。これは前回の第1回目の Apple の動画でもお話しさせていただいているので、さらっと説明をさせていただきたいと思います。で、1点だけ、前回とちょっと変えた部分があるので、そこを中心にお話したいと思います。はい、まず F カレッジの前提として3つの言葉を定義してます。で、一つが、アディッドバリューですね。付加価値を何で測るかですね。F カレッジでは粗利を使ってます。で、次、投資ですね。インベストメントをどうやって測るか。で、これは、売上原価以外の、事業の支出すべて。具体的には販管費と、投資キャッシュフロー。そこから減価償却を引くという形で使わせていただいてます。で、3つ目が固定費ですね。これもいろいろあるんですけども、F カレッジでは、便宜的に販管費から減価償却を引いた金額を固定費と呼ぶというふうにさせていただいています。で、次にですね、財務分析の視点ですね。ここがですね、前回と変わっているところが、この安全性のところですね。前回はキャッシュと固定費の割合という形で見てたんですけども、キャッシュだけではなくて、ここに短期の投資っていうのも付け加えることにしました。それ以外は前回と全く同じになってます。で、なぜ付け加えたかというとですね、このマイクロソフトの決算データを分析していくとですね、後でご説明するんですけども、マイクロソフトって手持ちの現金がかなり少なくて、かなりの割合、もう言うてしまうと全体のキャッシュと短期投資を100とすると、キャッシュは10、約10で、短期投資を90を持っているという会社なんですね。なので、キャッシュベースで見ると、かなり安全性が低いっていう結果がまず出たんです。そんなわけないだろうと思って、いろいろ調べた結果、ここの会社は短期投資をかなり入れてると。で、アップルもそうなんですけども、キャッシュと短期投資2つ合わせて流動性の高い、ほぼ換金性の高い、キャッシュと同等っていうような見方をどうもしてるということが分かったので、じゃあもう F カレッジもそれに合わせて、見ていった方がいいなと思って変えさせていただきました。はい。で、成長性のところは同じですね。粗利の成長率と、あと移動平均を見ていきたいと思ってます。で、効率性のところもですね、ある時点から粗利どれぐらい増加してて、で、投資はそれに対してどれぐらいやってて、この割合で
投資に対してどれぐらい粗利が増えたかっていう利回り出るよねっていうので、効率性を見ています。はい。後で、効率性のところでまた詳しく数字見ていきたいと思います。はい。で、この3つですね。どういう関係性で、付加価値としては考えているのかというと、まず一つが、付加価値ですね。具体的には粗利。ここも粗利ですね。粗利が何パーぐらい成長していってるのかっていう、ここを成長性という言葉で見ていってます。で、次に稼いだ粗利からいくらかを投資に回していくんですけども、この投資に回すときに会社の安全性を保ちながら回しているかどうか、投資に回しているかどうかっていうのを見るためにもここで安全性というのを見てます。で、投資した金額のうち、どれぐらいの割合で付加価値が増えていっているのか、ここを投資の利回りというような観点で効率性と呼んで見ていってます。この3つが会社の、数字を見る上ではかなり肝になるのかなというのが付加価値の観点なので、この3つを中心に見ていきたいと思います。はい。じゃあまずですね、安全性から見ていきたいと思います。で、安全性ですね。まずじゃあこのグラフを見ていただいて、はい。紺色の棒グラフですね。これがキャッシュとあと短期投資 MS っていうのはマーケタブルセキュリティーズの略で MS と書かせていただいています。短期の有価証券みたいな形ですかね。で、キャッシュとこの短期の投資から有利子負債を引いた金額、これがこの棒グラフに、紺色の棒グラフになってます。で、オレンジ色がこのキャッシュと短期投資と固定費のこの割合ですね。はい。で、黄色がですね、キャッシュと短期投資を100とした場合に、キャッシュ何パー持ってるのかっていうところを見てます。で、ここに 11% って書いてあるんですけども、ここが私が先ほどお話ししたマイクロソフトって現金あんま持ってないんですよねって言ってたのがこれですね。11% しか持ってないんで、例えば100億円キャッシュがあるとして、そのうち90億円はもう短期投資に回しちゃってるんで、キャッシュは10億円しかバランスシートではないということですね。はい。で、こうやって見ていくと、まずこの紺色の棒グラフですね。これがマイナスの値だとちょっと安全性、お金借りすぎなんじゃなかろうかというふうに見るんですが、もう全然余裕で余ってるという状態ですね。で、次、オレンジ色ですね。これもですね、100% 超えていれば、売上が仮にゼロになったとしても、会社が1年間生きていけるというふうに見ますので、これで見ると 380% なんで、もう余裕だと。なのでもう安全性は何の問題もございませんということで、これで見て取れると。で、この右側にですね、参考で Apple の文をここに書かせていただいています。はい。Apple はですね、第1回目の動画の時に、キャッシュだけで見てたので、それをマーケタブルセキュリティも追加したバージョンのグラフをここで記載させていただいてます。これで見ると、実は前回とそんなに傾向は変わってなくてですね、Apple は安全性は 100% 超えてたので、そこは大丈夫だよねっていう話をしてたんですけども、こうやって見ると 195% なんで、もうここは全然手持ちのキャッシュとマーケタブルセキュリティの割合としてはもう十分なものを持っていると。で、ここですね。やっぱり短期投資を足しても借り入れがかなり大きいというのが、ちょっと今アップルの特徴かなと思います。で、一方で現金と、この短期投資の割合は 56% なんで、半々ぐらいで持ってるのかなというところですね。こうしてみても、マイクロソフトとかなり違うかなというのが見て取れますよね。はい。次に成長性を見ていきたいと思います。これが売上と、粗利と粗利率のグラフになります。で、紺色が売上高ですね。で、水色が粗利。で、黄色がその年ごとの粗利率になります。で、オレンジ色が平均の粗利率ですね。これは過去の累積での平均の粗利率です。で、こうやって見ていくと、これがちょうど、まず2018年以降、売上と粗利が異常な伸びですごい成長してますよね。これがまず一つですよね。あとは、このオレンジ色の平均の粗利率っていうのが緩やかにこの93年から比べると緩やかに下がってきてると。はい。で、常にですね、この黄色の粗利率っていうのがこのオレンジの下にいるっていう状態ですよね。で、ただですね、これもちょうど2018年ぐらいからここら辺から徐々に上がってきて、今結構近いところに
きてるんですよね。なので利益率が上がってきているというのがこれを見れば取れるかなと思います。で、いずれにしてもこの平均の粗利率が 72% というのはめちゃくちゃ高いと思うんですよね。サービス業みたいな感じ。サービス業というかもう原価ほとんどないような状態なので、この粗利率の高さっていうのは、マイクロソフトの強みの一つなんだろうなと思います。はい、次にですね、平均の成長率を見ていきたいと思います。はい、成長率ですね。まず、紺色ですね。これが、累積の平均の成長率になります。で、水色が、5年間の移動平均の成長率です。で、オレンジ色が10年間の移動平均の成長率になります。で、こうして見てみるとですね、1997年とか6年とか、この辺ですね、96年ぐらいがピークですね。で、成長率 35% あったんですね。で、これが徐々に成長率としては右肩下がりで落ちてきていて、2017年ぐらいからちょっとフラットになってきてる。ちょっと伸びてきてるかなって感じですかね。で、平均で13.8% ぐらいあります。で、一方でこの5年の移動平均で見ていくと、このちょうど、2001年かな ?1 年ぐらいからこの水色が紺色を下回ってきて、ずーっと下回ってずーっと落ちてきてますよね。で、この2016ぐらいがボトムだと思うんですけども、この辺はもう 2% とかそのぐらいまで落ちてたんですね。で、17でちょっと上がってから、ここからずーっと右肩上がりで上がってきて、なんとですね、この平均の紺色ですね、この平均値を2021年に超えてるんですよね。で、これってこの2000年ぐらいかな、この2000年ぐらいからついこの間というか2020年まで20年間ずっと下回ってた成長率が2021年に超えてるっていうのは、これ結構大きいイベントなんじゃないかと思いまして、これが続いていくんであれば、またこの平均の粗利率も伸びていきますし、さらにマイクロソフトが成長していくというフェーズに入ってくるんじゃないかなと思います。で、ちょうどこの2017だったか8ぐらいにリンクドインを買収してるんですよね。2兆何千億とかで。その影響も結構あるのかもしれないんですけども、あとCEO の方が変わったりとかしてるんで、その影響は大きいんだろうなと、この数字を見る限りだと見て取れますよね。なのでかなりマイクロソフトの今、勢いが実は今出てると。まだ勢いあるんですかって感じなんですけど、勢い出てるというのがこの数字を見て取れますね。はい、次に効率性のところを見ていきたいと思います。はい、でここはちょっとグラフ4つありまして、1つずつ、お話しさせていただきたいと思います。でまずこれですね、左上。はい、これはですね、投資の累計額と粗利の、増額の累計額の棒グラフになります。で、1994年をスタートとして数字を取ってます。で、2021年時点で投資の累計額の合計が、これですね、83万4000ミリオンドルですね。で、粗利の、増額がそれに対して11万2000ミリオンドルぐらいということになります。ここの割合で投資してどれぐらい粗利がそれに対して増えているかっていうのが見て取れると。で、もう少し詳しく見ていきたいと思います。で、これ隣のグラフですね。はい、こちらですね、まず紺色のグラフが、粗利の増加額と投資の累計ですね。これ平均値のグラフになります。で、水色ですね。これが5年間の移動平均。で、オレンジ色が10年間の移動平均っていう形になります。で、これは投資の効率の方を見てるんで、投資した金額のうちどれぐらい粗利が増えてるかと。要は何年で回収できるかっていう言い方もできると思うんですけども、これで見ると、ちょうど1996年、7年ぐらいピークの時ですね。これの時 33%。33% ってことは、3年で回収できちゃうっていうことなので、めちゃくちゃ効率が高いという時期ですね。で、ここから、少しずつ下がってきていて、で、2021年時点で 14% ですね。平均値が 14% になってます。ただこれも、2017年以降やっぱり伸びてるんですよね。で、さらにこの水色ですね。水色が、ここからかな。このちょうど2006年、7年あたり、一回この平均をボーンと超えてたんですけど、そこからまたぐーっと落ちてたんですが、
2020年にまずこの平均値を超えてきて、2021年では 23% まで上がってると。で、これさっきの成長率のところともちょっと似てるんですけども、成長してるだけではなくて、投資の効率も同時に上がっているということがこれでわかりますよね。非常に会社としてはいい状態ですよね。この2006年、7年以降、初めてこの超えてきていると。この平均値を、5年間の平均が超えてきているということで、23% なんで、約4年ぐらいで回収できるぐらいのスピードで、利益が増えていっているということですね。はい。で、次にですね、これがですね、投資の累計額と粗利の累計額っていう視点で、見たグラフになります。93年以降ですね、まず水色が粗利の累計になります。93年以降2021年までマイクロソフトが稼いだ粗利の累計が水色になってまして、でそれに対して紺色が投資した累計額ってことになります。で、オレンジ色が、投資の率ですね。粗利のうち、稼いだ粗利のうち何パー投資に回してきたのかっていうこのパーセンテージになります。で、これを見ていくと、ちょうど2000年ぐらいかな。ここの2000年ぐらいの時は、それまでに稼いだ累計の粗利の 93% を投資に回してたと。これすごいパーセンテージだと思うんですけども、回してたということですね。で、徐々に落ちてきて下がってきているんですけど、今2021年時点で、69% あるということになりますね。なのでピークよりは落ちてはいますけども、それでも今まで累計で見ると、約7割ぐらい、稼いだ粗利の約7割ぐらいはもう投資に回しているということになりますね。はい。で、最後に、じゃあ、マイクロソフトが投資をどういう割合でやってきたのかと。で、具体的に、これ、マイクロソフトの PL と、あとキャッシュフロー計算書から数字を持ってきてるんですけども、粗利に対して、稼いだ粗利に対して、どれぐらい何に使ってるのかっていう、この折れ線グラフになります。で、紺色が S&M、これセールス&マーケティングですね、にかけた費用ですね。で、オレンジ色が R&D、研究開発とかですね、にかけた分。で、水色が G&A なんで、これは管理部門とかですね、にかけてるお金と。で、黄色がインベスト CF。これ、投資キャッシュフローになります。なので、すごいマイナスに行ったりとかしてるのは、投資、何かしら株とかを売却して、プラスになった年があったと思うんで、そうなるとここマイナスになりますと。で、この投資キャッシュフローは、かなり見ての通り、すごい年によってかなり動くので、これは毎年ちょっと違うのかなと思うんですが、注目したいのはこの S&M と R&D と G&A、この3つですね。この3つをマイクロソフトは過去その会社のフェーズに合わせてどれぐらい使ってきたのかと、どういう割合で使ってきたのか、もっと言うと何を優先的にしてお金を使ってきたのかっていうのが、これを見ればわかるのかなと。で、これは実際その経営されてる方とか、今会社で、財務部長さんとか CFO とかやられてるような方は、一体この会社が何に優先的にお金を今使うべきなのか。で、それはもう今のその会社さんによって置かれてる状況、フェーズによって使うべきお金の優先順位って違うと思うんですけども、このマイクロソフトのこの情報っていうのは、それを考える時の、一つ参考になるのかなというふうに思ってます。で、ですね、まずここですね、この1982年から1985年のデータっていうのは、マイクロソフトが IPO する時の目論見書 S1 っていうフォームがあるんですけども、そこに載ってた情報です。で、ここから85年から90年までの5年間がちょっと情報が取れなかったので、ここは空いてます。で、投資キャッシュフローに関しては、この1982からこの1991までちょっと情報がなかったので、ここ 0% になってます。はい。何もやってなかったってことではなくて、情報が取れなかったので、ここ 0% になってます。はい。でですね、これ面白いのが、1985に IPO してるんですよね。はい。で、じゃあ IPO の前
の時ってどうやってお金使ってたのかっていうのがまずこの一番左になります。で IPO 前の1982の時が稼いだ粗利に対して 25% を S&M で 23% が R&D で G&A が 19% という形になってますね。でこの時は、この時もすでに S&M が一番上のパーセント一番優先順位が高いというお金の使われ方されてるんですけども、とはいえ R&D とかなり近いぐらいの割合にはなってると。で、この1983、84、85ってなっていくと R&D のこの割合がどんどん下がってきて、で S&M が逆に上がっていくと。これは非常に特徴的かなと思います。要はある程度このマイクロソフトのプロダクトサービスの開発っていうのがある程度この1982ぐらい82、83あたりで、ある程度できたがゆえにそれだけ S&M にお金をかけ始めたのかなって、想像ですけどもそういうふうに思いました。でその後もですね S&M にはかなりお金をかけていて、94年の時点でも、36%、それに対して R&D が 16% なので、研究開発ですね、その、プロダクトの開発にかけるお金よりも圧倒的にその S&M ですねにかけるお金の方が高いと。これは非常に面白いなと思いました。でずっと S&M が大体上に来ていて、でここら辺最近ですね、最近になってついに微妙にR&D の方が上なんですよね。大体ほぼ同じなんでここで 18% って書いてあるんですけども、現時点では S&M とR&D が大体同じぐらいの 18% ぐらいですね。で、G&A の方は、1982時点ではやっぱちょっと高かったんですけども、もう現時点では 4% ということで、やっぱりある程度、利益が出るようになってくると、G&A っていうのは比率が少しずつ下がってくるのかなと思いました。はい。なのでですね、これ非常に特徴的。やっぱりプロダクト&サービスのところですね、そこの開発がある程度できるまではおそらくこの、オレンジの R&D ってお金かけていくと思うんですけども、これがある程度できればもう S&M にかなりのコストをかけていったと。で、これの結果、売上も粗利も成長を遂げていったんだろうなというふうに思います。はい。じゃあ最後にまとめですね。まず安全性のところを見てきました。固定費との割合ですね、が 380% で、キャッシュとMS から有利子負債を引いた金額も、72,188ミリオンドルということで、安全性何の問題もございませんと。で、成長性のところですね、粗利の、成長率も13% 維持していて、5年間の移動平均は今それを超えてきているということで、ここに来てマイクロソフトもまたさらに成長しているということで、もう設立から25年だから47年経っているのに、ここでさらに今平均値を超えてきているという状態だと。で、効率性のところもですね 14% あるので、大体7年ぐらいでもう元取れちゃうぐらい利回りの効率性も非常に高いということですね。で、これはビジネスのセグメントの配分も含めて、でこの安全性のところもそうだし、成長性も効率性も、全てにおいてマイクロソフトは非常に高いレベルでバランスがいいというのはもうとても感じました。なのでもう本当会社として一つ完成形なんだろうなというふうに思いました。はい、最後にですね、少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。これからも皆様のお役に立てる動画を配信していきたいと思いますので、応援していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。